髪切らなすぎてわけわかんねえ前髪になってんの何これ。どうもフィッシャーのシュウです。まさにタンガチトンがいたんですよ。スティッチみたいなさあ本日はですね、何でしょう、何やるんですか。ちょっとここ最近ねいろいろと、あったと、超えたんだけど、新しい悩みが来たじゃないですか。スマブラ頑張らないといけない。はいはい、俺の話ね。そうですそうです。とんでもなくイライラしてますね。本当にね、なんか一生ムカつくよ。一生腹立ってるね。すぐに逃げたいと思ってるもん。スマブラあのゲームから離れたいんだ。離れたいね。けどさ、結構コメントだったのよ。何？あのゲームからじゃあ無理してやんないで離れればいいじゃんってコメントあった。それはどう思うの？無理です。それは違うんだ。それ許さない俺が。YouTuber の中では、ナンバーワングループなわけじゃないですか、スマブラ。その席にいながらも魔境っていうところに行けないのが嫌なんですよ。そこなんよ。 YouTuber でめちゃくちゃスマブラ弱めだったら多分そうなってないよね。だからVIP 入っただけで OK ってなってた。もともとそのゲームやってるっていうさ、ところもあるかもしれないし、プラスお前が強すぎるから他が弱すぎると、ちょっとグループじゃねえなと思って、グループで強い言えねえなと思ったの。右腕になりたいわけですよ俺も。ちょっとそのね話をまた後でちょっとできればいいかなと思うんですけど、実はねその前にですね、マサイが結構メンタルやられた時期があったんですよ。バチクソにやられたね。実は俺もそんなに詳しくは聞いてないのね。ああそうなんだ。そうなんだっていうか俺が話してる。そういやね、俺も聞かないようにしてたまではないけど、なんとなくこうなんだろうなっていうのは察しはついてたんだけど、10月ぐらいにものすごい落ちたんだよね。やべえよ。多分過去一落ちたんだね。ありえないぐらいね。なんか自分がいなくなったら一回ね、声が聞こえてないのよ。俺ら喋りかけてもずっと前だけ見てるみたいな。ちょっとそのことについてを、俺の口からより自分の口からの方がね、多分視聴者さんにもそういう人がいるかもしれないけど、そうだね。一応その、ある程度その時メンタル落ち着いた頃合いに、シルクロードに一応軽くね共有はしてたんだけど、こういうことがあってちょっと迷惑かけたわっつって、で、実際その細かいことは確かに話してないのは事実で、だから今回これを機にちょっとそうだね、みんなにも話せたらと思ってて、ここはちょっとじゃあ俺一回逆にあっち側で聞くわ。みんなと同じ視点で聞きたいから一回俺はそっち側行くわ。いいっすよ。10月よ。10月入って中旬ぐらいにぶっ壊れました。どういう風にぶっ壊れたかっていうと、人間の第三欲求あるじゃないですか。多分三大欲求ですね。三大欲求。第三欲求。第三欲求は3つ目です。3つ。それで言うと性欲がぶっ壊れたから。ぶっ壊れた。その時の自分ね。何があってこうなったかっていうのはまた説明するけど、自分流の笑いの撮り方が分かんなくなりました。カメラの撮り方を忘れましたと。なんかその自分の姿どんな感じだったっけみたいな。要はマサイという人格が消えたんだ。消えました。俺ってどういう人なんだっけみたいな。だからすっげえテンパって、だから撮影中、いや撮影中テンパってた時あったな。俺どうやってやってたっけって思って、文字も5回10回ぐらいこう周回しないと理解できないぐらいになって、読み直しでね、よくあるもんね。疲れてる時とかさ、今どこの文読んでたんだっけみたいな。それもうそれが常にある状況。耳の聞こえの悪さがすごかったね。こうはっきり聞こえるだけど、その飲み込めないみたいな。理解できない。じゃあもう一回言ってくんねみたいな。六甲山行く前がピークでそうなった。そうだったね。でも六甲山の時ちょっと回復したの。あの時にそのやっぱ外行ったりとか、そのアクティブ系のことやったじゃん。アスレチックとか相当いろんなことやって、その時に思い出した。思い詰めてあれってなったんだ。そうだから何が言いたいかっていうと、限界が来たんですよね。その自分の中の悩みがいくつもあって、その時ってで、例えば俺って本当に面白いのかなみたいなところもあって、見つめ直す時間ももちろんあるわけじゃない。今の状態で例えば俺が10年後生きてるのかなみたいなね。例えば今の俺のスタイルのまま10年後同じ感じで活動し続けてるとできるのかなみたいな。 YouTuber としての寿命みたいな。そう10年後20年後みたいなね考えはもうその時から始まってて、でぶっちゃけ言うと俺スイマ作り終わった時から始まってたよね。スイマ実はね8月に出そうって話したんだけど、1日遅れちゃったんだよね。その話もしたいんだよね。多分それなんだろうな。だから結構なその俺としてのやらかしもすごい重なってて、でメンバーにも謝りきれてない部分も実際あるし、それがこう自分を叩きのめすことになっちまったんだろうね。で結構俺自分の中で寝る前とか悩む人で、
でそれもこう要因で結構寝不足になったりとかしちゃって、薄いのことしかり多分自分がそのメンバーにやってしまったことを謝れなかった点もあるし、そのなんかちょっと自分のミスで誰かがリカバリーしたのを悪いなと思いつつもこうどうしたらいいか分かんなくなっちゃったんだろうね。そうで予想外のところで自分の技術が光っちゃったもんだから、これっていいのかなとか、音楽を作るっていうところでポンって伸びたからゆえの悩みなんだ。あそこなんだ。それもそうだって俺そういう人じゃねえし、いきなりそんなことしたらなんかメンバーからあいつ鼻尖ってんだみたいな、天狗になってる、天狗になってんだみたいな思われてんだろうなと思ってて、それはね当人がそう思ったことだね。これ以上俺やったら多分嫌われるなと思ってて、やっぱいろんな面でこうメンバーに劣るところはもちろんあるから、例えばオールラウンダーのシルクロードみたいな存在になれないと、あんま個人の技術を尖らせるってことをしたくないのよね俺。全てできるからこそ自分の良さを生かせるターンが来ると思ってて、でまだ俺その次元に立ってないと思ってるから、撮影だって編集だってってこと。そうというところがすっごい自分を苦しめてたのね。まあ自分のいいところはね、まあ尖った部分がちゃんとねその武器にはなるからね、そこも含めてまあいいところではあるんだけど、まあみんなよりその基礎的な YouTuber としての力がないんじゃないかと思ってしまったってことだよね。そうこの年数にしてだからまあいかにこう2人に追いつけるかっていうところもあって、急にこう自分だけの技術が光っちゃったもんだから、悩んだよねやっぱね。やったわと思って、動画としてすごい良かったけど、俺個人としてこれちょっとやったかもしれないなと思って、応用部分で尖らせるべきところがいきなり光っちゃったから慌てたんだ。実際スイマは30日前に間に合ってたんだけど、映像としての根本的なミスしちゃったもんだから、書き出しで2日かかっちゃったね。そうだね。それでオーバーしたね。で実際その8月振り返ってみましょう動画もあったけど、あの中にスイマいねえのマジ悔しかったし、最後の日はねスイマで締めくくろうって話したんだけど、ちょっとそのエンコードで間に合わなかったんでね、処理で。メンバーどう思ってんだろうとか、嫌われてんのかなみたいなっていうその重なりに重なって、で10月を迎えてぶっ潰れましたでこれだけの話じゃなくて、やっぱそれぞれ、個人で抱えているものっていうのは当然あるわけじゃない。でその見てる人もそうだし、仕事以外のところよね、やっぱ自分もそこを抱えてて、で、家庭的なところもあるし、で自分の将来のこともやっぱ考えてるわけよ。で自分から何か行動しないと、これ俺潰れるなと思ってて、自分で何かこう自信を持って何か行動してアクションを起こしてっていうその成功体験みたいなのが自分は少ないって思った。本当にそれだからコラボの時やっぱやる気あったのか。そういうことね。コラボウィークみたいなのやったじゃん俺らね。ダーマとマサイと坂尾でこうなんかねコラボに出かけてくださいみたいな俺が言ったんだけど、その時ねやっぱそうね、マサイ異常なやる気があったんだよね。俺はもうあれで俺が進んでいかないと変わらねえなと思ってて、あんまこう外に出たこともなかったし、じゃあ今殻にこもってると思ってんなら外に出る時間だなと思って、その偶然にもやっぱ家族の問題も出てきたから、あんま家族の問題話せないんだけど、迷惑かけてんじゃねえかの影響がかなりすごくて、俺がこのチームからいなくなったらみんな幸せになれんじゃないかみたいな、本当にね、違うけど、そう思っちゃう。そう思うんだよね。俺は決めてることがあって、そういう感情は絶対歪んでるだけでありえない。その時にそう思っただけで絶対本心はそう思ってないに違いないんだよね。そうだから俺の中でそういう感情が生まれた時は俺今やべえんだなっていう、そういうことね。一個のアラートなんだことにしちゃう。その沈んだ時にこういうことを思ったらなんか大体こう自分の中でストレス発散することがあるから、それ発散したりとか、マジで耐えきれなかったらダフとかシルクにこう LINE したりとかして、あとは他のメンバーと飯行ったりとかしたりしてんだよ。なんだけどその今回のその10月のやつに関してはそれすらできなかった。相談する内容も家族の内容だし、そんな家族の内容をさメンバーに話したって解決にはならないからさ、そのね意見とか聞いて変えるのはできるかもしれないんだけど、そんなすぐ出るわけないじゃない。でメンバーもその家庭のこと考えてるわけだからさ、あんま俺も話したくないわけよ。しかも8月とかさ9月とかクソ忙しい時期によ。それで言うのもちげえなと思ってて溜め込んだ結果ダークマサイになりましたね。ダークマサイなんだそれ。うちの中でも特にねマサイは人間らしいからね、ちゃんと浮き沈みがあるから、その沈みが今回深かったよね。マジで深かったよね。やべえよ、俺風呂で1時間半ぐらい椅子に座ってこうやって悩んでるのこうやって
頭の中でぐちゃぐちゃバーってなんか考えが広がってんのよ。風呂疲れよと思ったもんね今。俺からしたら今水もったいねえわーって今なら冗談でさ、もう大変だったね。今振り返れてはいるけど、今はどうなの？今は、もうその時のことを忘れてしまうぐらいハッピー。で逆に今多分あれだよね、俺が強くならなきゃっていうのは多分そこから来てるところなんだもんね。だから俺今気づいてんだけど、やべえ最近尖ってると思ってる。あれだよね、沈んだ分浮いたんだよね。そう、やべえ今日の動画俺やりすぎたなとか思ったりする。なんか動画が今楽しいよ、しっかり。今結構上を向いてる。上向いてます。ただね、スマブラのせいでね、ちょくちょくちょっとね、良くも悪くも人のことすごい気にするタイプだからね。めちゃくちゃ気にするね。そこなんだろうね。めちゃくちゃ昔からそうなんだよ、俺もね。いや悪いよ、マジで迷惑かけた。でも俺の中でね、すげえ決めてたのが、何にしても仕事はやろうっつって。止まったら終わるのよ。そう、ほんとに止まったらやばい。その通り。仕事でね、逆に自分の武器なんだろうって探してる時に止まったらより悩むもんね。より悩む。多分それがあったんだろうね。だから止まらなかったんだろうね。だからこそマジで動画の映りは悪いかもしれないけど、出る必要はあるなっつって、俺は行くっつって。そうだね、来たね。プレイヤーしてるなっていう安心感はあった。こういうところでつまずけてよかったって今思ってる。悩んだ分は成長痛ですからね。そこからもう上がるしかないんで。本当に。だから早く負けを来てよ。そっちかい。スマブラかい。そっちじゃないけど。いや、まあそっちも負けを言ってほしいけど。30手前のターニングポイントよ。そうだね。なんかそう思ったわ。そう考えるのが一番だし、多分本当にそうだしね。圧倒的に心の持ち違うのよ。多分病みにくくなったと思うよ。最近強くなったでしょ、普通に。強くなった。寝る前に悩むこともなくなったわ。いやマジでこの話って結局動画にした方が俺的にもすごいいいことになるだろうし、今年のうちに生産しようとね。本当に何回も言うけど今ハッピーですよ。いろんなことを知った状態なんだろうね。知った状態ですよね。一皮むけたのかなと思ってますね。その手前でいっぱい悩んだっていう成長痛がでかかったっていう。めちゃくちゃでかかった。重かったわ。普通に動画もう戻ってますよ。もう完全復活状態。めちゃくちゃ楽しいですかね。完全復活した結果、スマブラに熱を帯びすぎて強者たちに揉まれて成長痛きてるとか。やばいっす。ゲームで成長痛きてるよ俺。まあそれはわかる。結局壁があるうちはマジで壁ぶん殴ってった方がいいと思う。確かにね。その壁すら見えなくなった時にいろいろ考える必要があるかも。そういうこと。で壁を見失ってなんかできなくなる人は本当その今ある壁をひたすら投げ続けた方が幸せは待ってるところだってる。まあ次のこの壁もね越えられるように頑張ってください。しかも自分で設定したやつだねこれ。そうだね。いやそれが偉いやな。人から言われるんじゃない。10月ぐらいにむちゃくちゃ悩んでたっていう話を今ちょっとね話していただき、話しました。こういう話は誰かが共感してくれるだろうし、逆に言ったらマサイがその人のね味方になれると思う、っていうのでね動画を撮ろうという、今年の生産をしとこうっていう。いや本当にもうねやっぱ話すことによってスッキリするからね。そうだね。振り返れるしね。振り返れる。頑張りますよ。今も元気出てますのでね、心配なさらずにと。逆に言ったら今悩んじゃってる人ももしかしたら超えたらまたこうやってなんかガーとか言える日が来ると思うので、本当陽気になれますよ。陽気になれるんで幸せですよ。なんか全部において幸せになれるんで、この人を見てね、頑張れっつったらさ疲れちゃうかもしれないけど、そばにいますという僕を思い出してください。じゃあ8000、9000万ぐらいでアメリカのレジェンド YouTuber の再生回数が並びますので、登録者もねもうちょっと800万に届きそうで、いいっすね。頑張りましょうということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。たまに僕もツイートしますけど、皆さんの元には僕らがいますので、ね、一緒に笑って一緒になんか乗り越えましょうといったことでこの動画を締めようと思います。それではせーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter フェイスブックやってもネタで登録者1000万億でもかチャンネル登録よろしくせーの、アデュー。